ここは東京オリンピックのメイン会場、東京の中心部です。しかし残念ながら2021年のオリンピック大会で東京では観客を入れないことになりましたので、ここを訪れオリンピックを観戦できるお客さんは一人もいません。会場には近づくことができず、厳しい警備線が張られています。警備に当たっているおまわりさんははるか遠くから集まってきた人たちばかりです。この東京のおまわりさんの数は今足りていません。そこでこの交番については普段東京で働いている人が担当していますが、ここで交通整理をしているおまわりさんは数百キロ離れた名古屋からやってきた人たちで、また向こうのバスに乗っている人は日本海側、日本の裏側の新潟からやってきた人たちです。今私たちのいる東京オリンピックのメイン会場周辺は1930年代頃にはこのような競技場がたくさんある東京でも有数の文化的な地区になっていました。もともとここには軍の施設があり、その土地を使ってこのような競技場などをたくさん建設したのです。この場所の最寄り駅は JR 千駄ヶ谷駅。この駅は東京オリンピック2020大会に備えてまた新しく姿を変えてきました。東京の地上の鉄道は1930年代にはほとんど完成の状態にありました。この周辺千駄ヶ谷地区を走る JR 中央本線は速い速度で走る急行線と各駅に止まっていく観光船がそれぞれ複雑にお互いに役割を発揮し、かつそれらを同じホームで便利に乗り換えることができる、こういった状態が1930年代の日本ではすでに行われていたのです。東京はこれまで歴史上3回オリンピックの計画をしてきました。1回目は1940年、すいませんがその時は太平洋戦争があまりに大変だったので1938年の時点で中止とさせていただきましたが、しかし開催の直前の時点では世界で現在他を寄せ付けず圧倒的に多くの人が利用しているこの優れた鉄道ネットワークをほとんど完成の状態としていました。2回目の東京オリンピックは1964年に晴れて行われました。これはアジアで初めてのオリンピックです。皆さんご存知、弾丸列車東海道新幹線はその開会の9日前に開業し、世界の人をあっと驚かせました。そして東京では他の国ではなかなか見ることができない街の中枢まで入り込んだ複雑な高速道路網が作られました。首都高速道路です。ちょうど首都高速道路はこのようにメイン会場の目の前も通り抜けています。東京の電車はどこを走るか、その色によって乗客に分かりやすく案内をしています。このピンク色は海の近くを走る水球とか水泳とかそういった競技場の近くを走る路線のカラーですが、なぜか今回珍しくここを走っています。何かの練習でしょうか。とても珍しい光景です。列車の到着の様子を見てみましょう。世界で最も多くの人が利用する日本の鉄道でよく見られる光景です。最近では安全を確保するためにこのようなホームドアというものが取り付けられました。また上にはディスプレイがついていて、これで乗客の乗り降りが安全に終了したかどうかを確認しています。ホームドアと鉄道車両側のドアはすべて連動しています。そしてドアが閉まったら側面の赤ランプが消え、乗務員に安全であることを示しています。またこの列車が走っていくこの先の進路が安全であるかどうかを証明するためのこのホーム側の信号機が今点灯しています。これが点灯している限り前の列車と衝突するという危険はありません。もちろん二重三重の安全装置が東京の鉄道には巡らしてあります。1950年代以降、東京では多数の地下鉄も走るようになり、すでに交通網は完成の状態にあります。そのため今回のオリンピックにおいて極端に大規模な変更が行われるということはありませんでした。すでに完成している世界でも珍しい優れた交通網をそのまま使えばいいからです。しかし上下2本の列車が
一つの小さなプラットフォームに止まるのではたくさんのお客さんをさばききることはできません。そのためプラットフォームを一つ増設しました。ですから見ていただくと分かりますが、この向かい側のプラットフォーム、お客さんの乗り降りができそうな雰囲気をしていますが、このように柵がずらりとなっています。実はこのプラットフォームはもともと1964年の東京オリンピックの時に大量のお客さんをさばくために建設されたもので、今回はこれを改築してまた多くの人を迎え入れる準備を行っていましたが、残念ながらその威力が発揮されることはありませんでした。バリアフリー対策にも余念がありません。ここだけピンク色の大きな絵が描いてあります。他の乗車口のところにはついていません。これはこのプラットフォームの先のわずかな隙間、鉄道車両とプラットフォームの間を隙間を埋めることによって車椅子の人でも乗りやすくするようにという仕組みになっているのです。これも東京オリンピックとちょうどタイミングよく東京の鉄道をますます便利にするための小さな工夫です。そしてこの千駄ヶ谷駅の始まりはもともと1926年に崩御した大正天皇の霊柩列車の始発駅として整備された、それが一番最初のことだったのです。現在これが東京オリンピックのメイン会場最寄り駅として使われています。オリンピック会場周辺が先進的に整備され尽くしているのに対して、この千駄ヶ谷駅を挟んで反対側のエリアは緑豊かな土地となっています。これは目の前にある新宿御苑です。東京都民の憩いの公園として使われています。もともとここは天皇の持ち物でした。東京という言葉の由来は東の天皇の住んでいる場所という意味があり、実際太平洋戦争第二次世界大戦の前までは天皇の持ち物である土地が東京にたくさんありました。このような音楽となっているのはすぐ脇にある伝統的な新宿御苑に配慮してのこととされています。それではこれでオリンピックのメイン会場最寄りの千駄ヶ谷駅の紹介は終わりです。しかしこの辺りの中央線ではいくつもオリンピックを機に新しく改良された駅があります。他の駅の様子も見てみましょう。次は地下鉄との乗り換えでとても大切な役割を果たしている飯田橋駅です。かつて飯田橋駅にはこの辺りに電車が停車する仕組みになっていました。しかし今はホームの作りが大きく変えられています。去年まで列車が止まっていたところにはこのような鉄の柵が設けられています。そしてこの飯田橋駅のホームは伸ばされて、今列車は昔とはだいぶ違う新しい場所に停車をするようになりました。オリンピックが予定されていた直前の2020年前半まで飯田橋駅のホームはこのような急カーブを描いていました。そしてホームと電車の間に広く隙間が空き、時にはお客さんがホームから線路に落ちてしまうような少々急な構造でした。そこで古い飯田橋駅のプラットフォームは廃止されることになりました。今奥のところに人が乗れそうな場所がありますが、誰もいないのは今閉鎖されているからです。線路の様子を見てみると、この辺りはとても新しいということも分かりますし、またホームもまだまだ仮の作りであることが分かります。この駅が真の完成の状態となるのはオリンピックが終わった後のことになるでしょう。飯田橋の駅舎はもともと一つでしたが、オリンピックを機に新しく立派なものがここに増やされました。しかしオリンピックの観客がここを利用することはありませんでした。ちなみに飯田橋はこのように大きな川の横を鉄道が走る形になっています。このようなヘビーレール線が大都市の中心部を貫いていく様子は外国ではあまり見ることができません。およそ150年ほど前までこの場所はこのような状態になっていて、
この橋の下に今中央本線が左右に走っているということになります。侍の時代が終わり、そしてお城は天皇のものになりました。そしてそのお城をもう日本国内の敵から守る必要もなくなったので、この防衛のためのお堀が一部埋め立てられるなどして中央本線の通り道になったのです。ここに江戸時代侍のチャンピオンを守るために作られていた防衛施設の跡がそのまま残っています。少し移動して四ツ谷駅にやってきました。この駅も中央本線の駅。侍のチャンピオン徳川ファミリーは1603年から15代に続いて東京の中心で政治を行ってきましたが、しかし15代でついにその権利を失いました。ただ16代目の徳川家の当主徳川家定は1940年東京で初めてのオリンピックを招致するのに活躍しています。現代の日本の基礎にもやはり侍の一族が大きく関わってきたのです。四ツ谷の駅を出発するとすぐに長いトンネルに入ります。このトンネルは今天皇が住んでいる邸宅の庭の下を走っています。今から100年以上前に作られたものですが、当時日本のほとんどの人が天皇を神だと信じていたようです。その神だと信じられていた天皇の家の下に庶民の使う鉄道を通すというのは大変恐れ多いことでした。だからちょっとトンネルも普通より豪華な作りになっているような気がしますね。トンネルを抜けると今度またオリンピックのメイン会場に近づくわけですが、左側を見ると何やら怪しい分岐の線路があります。実はオリンピックの土地はもともと軍事用に作られていたわけでしたが、そこにも鉄道が通っていました。大昔は今のオリンピック会場であるところに鉄道が直接軍事目的で乗り入れることになっていて、この線路はその名残だったと言われています。その後中央線は引き続き西へ向かって走り続け、世界で最も多くの人が利用する巨大なターミナル駅新宿駅に入るのです。新宿は世界で最も多くの人が利用する駅で、新型コロナウイルスが流行る前は1日で300万人が利用していました。これは圧倒的な世界1位です。ちなみに日本は鉄道駅の利用者数上位をほとんど独占しています。世界の利用者数ランキングで日本以外の国が出てくるのは確か第20何位だったかな。パリ北駅がありますけれど、要するに第20何位まで日本の鉄道駅が上位を席巻しているわけです。この新宿駅はあまりにも巨大だったので、かつて街の東西を二分してしまうほど、ちょっと邪魔であるというような性質も持っていたんですが、予定されていたオリンピックの直前にはこの新宿駅の東西をこのように通り抜けられるようになり、新宿の街も今一つになりつつあります。多くの人が新宿の駅を左右に通り抜けています。オリンピックを前に改良工事が進められてきました。まだこのように仮ごしらえな雰囲気ですが、機能としてはもう十分改善してきています。利用客の多い新宿駅は各方面に向かう快速電車の停車駅でもあります。これらの電車は東京周辺にある重要な駅でもいくつも駅を飛ばしていきます。凄まじいのはこの新宿から出ていく快速電車の両隣の停車駅も世界指折りの乗降客数を誇るということです。池袋は世界で2番目に乗客の多い駅です。そして渋谷は世界で3番目に乗客の多い駅です。世界の金メダル、銀メダル、銅メダルが全て隣同士に並んでいます。これらの駅は東京のど真ん中にある駅とは言えませんが、しかし東京の郊外へのアクセスがとても良好な駅です。日本では会社への通勤費用を全て会社側が支払うというのが一般的になっており、そのため都心に住むよりも郊外に住んでその交通費を会社に支払わせた方が合理的となる例がこれまで多かったのです。
日本のラッシュアワーが激しいのも郊外からの通勤が日本の会社員にとって当たり前のことであるからです。混雑の激しさを回避するため通勤用のファーストクラス席まで用意されています。これは通勤時間帯にはいつも満員となっていて、ファーストクラスであるにもかかわらず立ち客までいるほどです。今回はオリンピック会場周辺のものだけを紹介しましたが、東京の鉄道は独自の進化を遂げており、また日本の人たちは自分の国の鉄道が世界で最も優れていると信じています。今回のオリンピックを機にその姿はまた一段と様変わりしました。この映像から少しでも東京の鉄道の変革具合を感じていただければ幸いです。どうもありがとうございました。